ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアにとっては非常に都合の悪い、状況が悪化するであろう情報というものが次々と出ているので、ウクライナ情勢の関連ニュースなどを取り上げていこうと思います。現在、戦線は膠着している状態です。東部戦線において一部激しい攻防が行われているところはあるのですが、全体として見れば、大きく戦線が動いて1日で何十キロと占領地域が変動するといったことは発生していません。ですから現在のところは今後状況が変化していくその種を見つけていく時期だと言えるでしょう。それではロシアにとっては非常に都合の悪いニュース、欧米による戦車供与のスケジュールについて見ていきます。戦車供給、ドイツ、イギリス3月末にも、ウクライナ兵訓練も近く開始。ドイツのピストリウス国防大臣は26日、ドイツ製主力戦車レオパルト2のウクライナへの引き渡し時期について3月末から4月初め頃になると述べた。イギリスも戦車チャレンジャー2の供給時期を3月末と説明した。ピストリウス氏は戦車の後方支援体制に関しても迅速かつ持続的な調達ルートを確保すると強調した。訓練も近く開始される見通しといい、ロシアが大規模な攻勢を仕掛けるとされる春に向け、ウクライナ兵の習熟訓練や戦車の整備を急ぐ考えを示した。一方、ロイター通信によると、イギリス政府高官は14台のイギリス製戦車の供与について3月末を想定していると述べた。ポーランド政府高官も26日、ポーランドが保有するレオパルト2のうち14台を数週間以内にウクライナに移転できると語った。ちなみにレオパルトというのは豹を意味します。ですから、豹戦車がウクライナの戦場に登場するのも間近だというわけです。ただ記事でも指摘されているように、ロシア軍による大規模な攻勢作戦が発動されるとしたら、それにはちょっと間に合わない可能性があります。記事の補足です。ポーランドは今後数週間で74両の戦車をウクライナに送ります。これはポーランドの首相による発表です。先ほどで記事も出てきましたが、レオパルト2については14両の引き渡しが行われます。さらにこれに追加で PT91 が60両ウクライナへ供与されます。この戦車は T72 戦車を近代化改修したものです。ポーランドは現在ソ連系の戦車を全廃する予定で、保有していたソ連系の戦車についてはウクライナへの供与を進めているところです。次にアメリカの供与する戦車について、アメリカ改良型の M1A2 を供与へ、ウクライナ向けエイブラムス戦車。アメリカ国防総省のシン副報道官は、ウクライナに供与するエイブラムス型戦車の型式について、M1A1 の改良型である M1A2 になると確認した。シン報道官によると、アメリカにこの戦車の余剰在庫はなく、ウクライナへの供与には数ヶ月を要する見通しだという。M1A2 は、旧式の M1A1 を大幅改良したもの。A1 がアナログシステムなのに対し、A2 はデジタルシステムで運用される点が主な改良点となる。在韓米軍前司令官のロバート・エイブラムス退役陸軍大将は、両戦車の違いについて、ダイヤル式の電話と Apple のスマートフォン、iPhone ぐらい違うと説明した。エイブラムス戦車の名称は、退役陸軍大将の父親に由来する。エイブラムス氏によると、A2 はデジタル化に加え、攻撃力も大幅に強化されている。A2 は戦車内で指揮を執る車長が使える独立熱線映像装置を搭載。以前は砲手しかそうした装置を有していなかったが、現在は車長もこれを持ち、目標の捜索と識別を支援できるようになった。戦車の生存能力も高まり、デジタルシステムの採用で問題発生時に整備担当が問題を特定する試験をするのではなく、戦車の乗員が車内で診断を行うことが可能になる。機動性も合わせたこうした強みはロシア軍に対してはるかに優位性を持つという。記事の補足なのですが、ウクライナに供与される仕様は劣化ウラン装甲を外したものになるそうです。これは劣化ウラン装甲が機密指定されており、ロシア軍に鹵獲されることを前提にすると、一般的な輸出仕様にしなければならないとアメリカが判断したからです。アメリカが供与することを発表したエイブラムス戦車について、ロシア側からの情報発表を見てみましょう。現在激しく戦闘が行われている東部戦線において、ロシア軍はエイブラムス戦車を撃破したと発表しました。なお乗員は死亡したとしています。もちろんこれは真っ赤な嘘、フェイクニュースです。アメリカはエイブラムス戦車を供与すると発表しましたが、実際に引き渡されるまでは半年以上かかると言われており、
現在の戦場にエイブラムス戦車が存在するわけがありません。いつものフェイクニュースのパターンはこれまでも繰り返し行われてきました。アメリカが歩兵戦闘車ブラッドレーを供与すると発表したら、ロシアは負けじとブラッドレーをウクライナの戦場で撃破したと公表しました。これはロシア国外の人から見れば何を言ってるんだとすぐバレる幼稚すぎるプロパガンダなわけですが、しかしロシア国内向けとしてはこれが効いているんだそうです。ロシア国内では現在の戦闘は黒幕が NATO の偽装 NATO 軍との戦いが行われており、だからこそ欧米製の歩兵戦闘車や戦車がすでに戦場に登場していて、これをロシア軍が撃破したんだという話につながってくるわけです。もちろんこれはあくまでもファンタジーの世界の話です。しかし、このファンタジーの世界をロシア国内向けのプロパガンダとしてロシアは堂々と展開しているというわけです。そして日本国内においてもこうしたロシア側の主張や意見に立って活動している人たちがいます。今日はその中の一人をご紹介しましょう。アメリカが戦車をウクライナに供与するよという新聞記事をもとにして、東京新聞の望月記者がこのような発言を行っています。戦線は悪化。台湾有事になれば日本も同じことをするのか。主力戦車エイブラムスの供与をアメリカ大統領が表明。レオパルト2供与国も増え、ロシア激しく反発。さて、この方の意見、一体どこの立場から見ているか。そこからまず解説をしておきましょう。欧米各国からウクライナに戦車が供与されることによって、ウクライナの戦力は確実に増強されます。これによって戦線の状況が悪化する。そのような判断をするのはどちらでしょうか。ロシア軍の方がこのままでは戦線の状況は悪化するなと判断するわけです。この方の意見というのはロシア側の意見として述べているわけです。しかもこれに加えて台湾有事になれば日本も同じことをするのかというこの言葉の意味。台湾有事というのは中国共産党による台湾侵略を意味します。つまり戦線が悪化するというのは侵略がうまくいかなかったことを意味します。日本が支援するのは大陸の中国共産党ではなく台湾政府です。つまり侵略する側を応援するのではなく侵略されている側の支援に回るのが日本の立場です。同じようなことをするのかと非難をする。このような立場は中国共産党の側に立った意見だと言えるでしょう。しかし残念ながらこうした侵略する側の意見に立った主張というものは日本の政治家、日本の大学教授、報道機関に勤める者にしてもフリージャーナリストにしてもあちこち似たような意見を持っている人がいて、日本は韓国や中国、そしてロシアからもかなり彼らの情報工作が実っているなというのを感じてしまいます。欧米による戦車供与は明らかにウクライナ軍の戦力を増強していきます。しかし、インターネット上にはそうした戦車を供与することに対して全く無意味な行為だと評価する人たちもいます。それは戦車というのは戦闘ヘリや航空機から狙われた場合、もしくはドローンによる攻撃に弱い。だからこそ戦車がいくら供与されたとしても、それらはすぐにスクラップになるんだ。だからこのような供与は全くの無意味な行為だというようなことを言う人たちがいます。ここには一つ正しさというのも存在します。それは戦闘ヘリ、戦闘機といったものは戦車の天敵、確かにその通りなのです。しかしそこには前提条件というものが存在します。それは戦闘ヘリや戦闘機が自由に飛び回れるような状況なのかどうかといったことです。制空権や航空優勢という言葉があります。対空兵器がすでに制圧されている状況下においては、戦車というのは天敵による攻撃に圧倒的に弱い立場となります。射程の長いミサイルを戦闘ヘリや戦闘機から放たれれば全く太刀打ちできないからです。確かにそのような意見はあります。しかし、現在のウクライナの戦場においては、見るべきなのはそうしたこれまで正しいとされてきた理論ではなく、現実の戦場において何が発生しているかを見ることです。まず第一に、戦闘機や戦闘ヘリ、そして大型ドローン、ミサイルなどを発射できる航空戦力が、今のウクライナの戦場においては、大々的な活動が抑止されています。それは、ウクライナ軍にしてもロシア軍にしても、大型の対空兵器や歩兵が持てる携行型地対空ミサイルがあちこちにあって、とてもではないが安全に飛行することなど両軍ともにできないからです。そのため両軍が行っている攻撃方法は常にレーダーをかいくぐるような形で
超低空飛行を行って前線に着く前にもうミサイルやロケットを放つような遠距離攻撃で精密攻撃は一切できなくなっているわけです。しかも気をつけなければならないのはこうしたレーダーによる索敵というものを本来であればかわせるはずのステルス戦闘機。ウクライナ軍の方には当然ありませんが、ロシア軍の方は自称ステルス性能を持った戦闘機を保有しています。ですから、ウクライナ軍にいくら対空兵器があったとしても見つからなければ問題ないやと、ステルス戦闘機を大量に投入して、これらの攻撃によって前線をこじ開けるといったことが本来であれば可能性は十分あるわけです。ところがロシア軍はこうしたステルス戦闘機による攻撃を大々的には行っていません。この原因として考えられるのは、ロシア軍の開発したとしているステルス戦闘機、もしかしたらステルス性能が低くて、実は対空レーダーに引っかかってミサイルで撃墜される可能性があるのではないかということです。実際、ロシア軍がステルス戦闘機を使って攻撃したんだとして公開された映像は、低空飛行して、そして攻撃に加わるというものであり、これはステルス性能のない他の戦闘機と使い方としては全く変わらないものだとされていました。つまりロシア軍自身がステルス性能を一切信用していない可能性があるわけです。こうした話をすると、いやいや戦場ではドローンがいっぱい飛んでいて、戦車なんて次々と撃破されるというようなことを言う人もいますが、これもまた少し誤解に基づいた意見です。例えば、ロシア・ウクライナこの戦争においてドローンが活躍すると考えられていたわけですが、実際のところそれほど大きな戦力として活躍しているわけではありません。特にミサイルを運べるぐらいの大型のドローンであれば、ステルス性能は全くありません。ですから対空兵器による攻撃にあっという間に撃墜されてしまいます。じゃあ、レーダーに見つからないような小型ドローンであればどうかといえば、今度は重たい武装をすることができません。そのため、手榴弾や迫撃砲弾のような誘導性能のない爆弾を投下することとなります。この場合だと戦車が動き回っていればとてもではありませんが、ピンポイントで狙うことは不可能です。そのため小型ドローンのやっていることは基本的には速度の遅いものを狙うこととなります。停車している戦闘車両であるとか、塹壕にいる兵士、または物陰にいる兵士や歩いているところを狙うといった行動が基本的な作戦行動となります。大型ドローンは地対空兵器のない武装勢力レベルの相手に対しては圧倒的に有利であり、しかも便利な攻撃兵器です。しかし、国家対国家という両軍ともに対空兵器が揃っている状態では、そう簡単に大活躍はできないということは押さえておくべきポイントでしょう。なお、この話も実は状況が変われば全く変わるということについても押さえておくべきポイントがこれまたあります。先ほども述べたように対空レーダー、つまり対空兵器の活躍があるからこそ戦車の天敵が活動できない。だから地上戦力として戦車が非常に重要だとなるわけですが、今後他の国や未来においてはまた状況は変わるでしょう。なぜならば、ステルス性能のある戦闘機やドローンがどんどんと開発されていけば、対空兵器に恐れることなく航空戦力を投入できるので、戦車はやはり圧倒的に不利になるわけです。戦術の変化については、柔軟に私たちも情報を更新していく必要があります。従来の理論としてこうなんだよという話があったとしても、現実の戦場においては、これが当てはまるかどうかなというのは、どのような武装を持った勢力同士の戦いなのかによって、実は答えが変わってくるというこの柔軟性を持つ必要があります。そして最後に一言。現在のところ戦線は膠着状態です。しかし、この戦線の膠着しているのをいかにして打破するかというのは、ロシア軍の方は人海戦術でなんとかウクライナ軍の戦線に穴を開けようと考え、大規模攻勢を仕掛けると考えられています。一方でウクライナ軍の方に対しては、欧米からの兵器供与、戦車、歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車の大量の供与によって戦力増強が図られているところです。どちらの方がより戦力の増強になるか、私の目から見れば明らかなのですが、だからこそこのままだと戦線が悪化してしまうというような発言をする人が出てくるわけです。ロシア側の立場になって発言している人たちにとっては今後も苦しい展開が続いていくと私は思っています。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらぜひともあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。